どうも、底辺アクアリスト黄昏です。前回投稿した外部フィルターの動画、多くの方に見ていただきとても嬉しいです。身銭を切りながら動画編集、撮影をした回がありました。まあ正直僕の力というよりも、動画アップしたというツイートを引用リツイートして拡散してくださった方々のおかげだと思います。ときわチャンネルのときわさんやビバアクアのビバさんなど、影響力の高い方たちの宣伝あってのことだと感じております。動画を見てくださった方が少しでも僕に興味を持っていただけるよう、今後も暇つぶしの足しになるような動画を作っていく所存です。というわけで今回は CO2 添加のお話です。現在小型ボンベで2つの水槽に CO2 を添加しているんですが、1つの水槽のボンベが切れちゃったんです。いつ CO2 が切れるかもわからない恐怖に怯えながら毎日を戦々恐々と過ごしているわけなんですが、これを機に僕も一発のアクアリストになるべく化学反応式の CO2 添加に切り替えようと思います。といっても化学式 CO2 添加装置、通称シルボンは6月からメルカリで購入してずっと押し入れの中に眠ってたんです。ただ前回の小型ボンベが切れたタイミングが運悪く入院前で、片手ではセットできないだろうということでそのまま小型ボンベを使っていたわけです。まあこの時に片手で取り付けようとして無情にもボンベから勢いよく CO2 が吹き出し、貴重なボンベを一つ無駄にしたことは内緒ですが、ちなみに皆さんご存知かと思いますが、一応化学式 CO2 装置とは何ぞやということをさらっと説明しておきます。まず重曹とクエン酸を入れるんですが、そこに水を入れるとなんかシュワシュワするんですよ。それが二酸化炭素なわけですね。そのシュワシュワを水槽の中に入れるのが化学式 CO2 添加装置というわけです。で、ペットボトル式の簡単なやつもあるんですが、破裂する危険や安定した CO2 添加ができない場合があるので、より強固なステンレス製の製品が出たわけです。多分なんか発酵式なる CO2 添加方法もあるみたいですが、気温によって左右され添加量が不安定になるため、現在は CO2 を充填したボンベか化学式の CO2 添加装置が主流になってるみたいです。なんでこんなに化学式の CO2 が人気なのかというと、多分見た目がいいこととランニングコストが安いというところだと思います。圧倒的にランニングコストが安いのはミドボンなんですが、入手の仕方がわからなかったり、いざ切れた時に補充してもらうところが必要だったり、すごい存在感があり、インテリアとしてはどうしても決定的で致命的な欠点があるため敷居が高いのが現状です。一番手軽なのは小型ボンベですが、添加量にもよりますが月に1回程度交換が必要になり、1つあたり400円以上するんで安いとは言えません。なので見た目もかっこよくて手軽に補充ができ、そこそこランニングコストを抑えられる化学式 CO2 添加装置がマストバイというわけです。全く説明になっていない話は置いておいて、早速見ていきましょう。本体がこちら。すっげーテカテカしてて反射でバチクソ映り込むんで撮影が大変なんですが、まあ編集でなんとかしましょう。こちらはアクアジャパンさんから発売されているプロ D601 という商品です。有名なのは春デザインさんから出されている製品だと思うんですが、何が違うかよくわからなかったんで、安いしこれでいいやと思って購入しました。特にコロナの影響でこういったステンレス製の化学式ボンベは品薄が続いており、いつ入手できるかもわからない状態なので、手に入っただけでよしとしましょう。お得意のメルカリで7000円で購入したんですが、なんかアクアジャパンさんのサイト見てみると正面にデカデカとシール貼ってたりしてて、僕が持ってるやつと違うんですが、これはアクアジャパンさんの正規品なのかと3ヶ月越しに不安になっている今日この頃です。まあ使えれば何でもいいと思う典型的な大型なんで、
上部と調整バルブのところに書いてあるガッチガチの中国語には目をつむりつつ、アクアジャパンさんのものだという体でやっていきます。ちなみにこのプロ D601 とは違うプロ D701 という製品があるんですが、 D701 の方は大きさ、形、デザインはほとんど変わらず、いっぺんに入れられる重曹とクエン酸の量が2倍になっているみたいです。 CO2 をいっぱい添加する人で毎回補充するのが面倒だと思う方は D701 の方をおすすめします。中を開けるとなんかフィルターみたいなのがついてます。またバブルカウンター付き電磁弁もついてます。あとは白のスタンドです。で、これ以外にもなんかおまけでつけてくれてて、重曹とクエン酸 950g が入ってました。これだけでも合わせて1000円以上はするんでお得感がありますね。最後はなんかこのカエルの卵みたいなやつです。これは除湿剤みたいで、ボンベの中で結晶化するのを防ぐ役割があるみたいです。それではまずこの除湿剤を入れていきます。これはさっきの中にあったフィルターみたいなやつに入れていくんですが、この除湿剤がまあ入れにくい。除湿剤同士でくっつくくせに割と簡単にばらけるので、掴もうとするとバラバラになり、そのまま流し込もうとするとくっついて出てこない。しょうがないんでちびちび入れていきます。全部入れ終わったので、今度はクエン酸と重曹を入れていきます。このプロ D601 には 200g ずつ入れられます。 100g ずつ交互に入れて、最後に傾けながら 300ml の水を入れます。この時に反応が起こるためメントスコーラにならないかとビクビクしていたんですが、そんなことはありませんでした。しっかりと閉めてバルブも閉じておきます。続いてはバブルカウンターに水を入れていきます。ねじったらここが取れたんですけど、バネが出てきましたね。見なかったことにしてください。だいたい8割くらい入れれば OK だと思います。水を入れ終わったらバブルカウンターを本体に取り付けていきます。その後に耐圧チューブをはめていきます。この時にしっかりとネジを回しておきましょう。では早速取り付けていきましょう。その前に現在取り付けている小型ボンベを外します。この配線地獄、あまりお見せしたくなかったんですが、チャンネルの説明欄にもありのままを出していくということを書いてしまっているので、諦めて見せていきます。おしゃれアクア系動画投稿者を目指していたんですが、ダメみたいですね。配線地獄からやっと解放されたのでシルボンを取り付けます。タッパはありますが意外とスリムなんで場所を取りません。点火するときは CO2 ディフューザーを使う方が多いと思いますが、僕はインラインにしているので、そこに逆流防止弁をつけた耐圧チューブをつけていきます。もっとわちゃわちゃするかなと思っていたんですが、すんなり設置することができてよかったです。思った以上にかっこよくてとても満足しています。設置スペースもあまり取らないので、ぜひ皆さんにも使っていただければと思っています。中古で買いましたが、とてもいい製品です。電磁弁がいかれてて一日中 CO2 垂れ流しだったことは内緒です。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。動画制作の励みになりますのでぜひ。それではご視聴ありがとうございました。